本当に自分がやりたいことやった方がいいと思います。要は、音楽で、ご飯を食うってことは、めちゃくちゃご飯食いにくい仕事だと思うんですよ。普通に考えて。普通の会社行って、言ったら、普通に働いて、月30万前後とかもらえたりするじゃないですか。でも音楽家で、例えばソリストで、先生とかだったら普通に、そこまで難しくないかもしれないけど、ソリストでパフォーマンスだけでそこまで稼ごうと思ったら、すごい大変だと思うんです。そんなわざわざ大変なことを選んでんのに、好きなことじゃないことを、その中でやり出したら、絶対不幸せなんですよ。ちょっと体壊しちゃって、で、そこから最近はやってなかったんですけど、結構前は1日2、3時間ぐらいここにいました。ストレッチと、筋トレと、あとなんていうの、パンチングボールみたいな。健康じゃないと、生きていく上で気合入んないんじゃないですか。今日だるいなとか、それをちゃんとトレーニングして、体力つけて、じゃあ練習もちょっと頑張ろうとか、思えたりすると思うんですよね。ピアノには関係ないですね。一番最初にピアノに出会ったのは、兄と姉がいて、で、音楽教室通ってて、で、アップライトピアノが家にあって、で、遊びで弾いてて、で、6歳ぐらいの時に音楽教室、ちょっと行ってみないかって言われて行って、で、結構いい音感持ってるねとは言われたんですけれども、でも、真剣に始めるわけでもなく、1週間に1回のピアノレッスンの時に、レッスンの前に30分ぐらいだけちょっと練習するとか、もうそんぐらいの、もう本当にビビたる練習量の、そうですね、子供でしたね。8歳ぐらいの時に、初めて作曲したんですけれども、でその時に、先生に聞いてもらおうと思って持ってったわけですね。ですごい恥ずかしかったんですよ。すごい恥ずかしかったんだけど、一番音楽で信頼する人だし聞いてほしいと思って聞いてもらったら、君の曲いまいちだね、みたいな感じで言われて、あんまり作曲の才能、ないかもしれないね、みたいな感じで言われたんですよ。で、それがすごいショックで僕、もう7、8歳ぐらいじゃないですか。で、すごいショックで、恥ずかしいし、がっかりしたし、で、そこから多分、8年ぐらいは曲書かなかったですね。だから、あの時、またちょっと、ね、出会いっていうか、ね、ちょっとした違うスイッチがあったら、もしかしたら、その時ぐらいからずっと音楽やって続けてたかもしれないですけど。子供の時から、小学校ぐらいの時から、結構、やんちゃだったんですよね。小学校とかでもよく喧嘩したりとかして、で、中学に上がってからも結構喧嘩はしてて、中学2年の時に阪神大震災があって、神戸の家が全壊して、その後大阪の、堺の中学校転校したんですね。そのタイミングで、ただやんちゃだったんですけれども、不良っぽい友達も増えてきちゃったんですよね。そっちの方がしっくりくるなと思って、で、いわゆる旗から見たら、その不良っぽい感じの少年になっていったと思うんですよ。僕ね、多分ね、自分の居場所がなかったんですよ。で、僕ね、小学校の時に、大人になりたくなかったんですよね。で、小学校3年生、4年生ぐらいってすごい楽しかったんですけど、5年、6年ぐらいの時に、周りが急に背伸びし始めるんですよ。大人にならなきゃみたいな感じで。だから僕は今までと同じなのに周りがすごい変わっていくのに戸惑いも覚えて、で、大人になったら今感じてる幸せとか夢とか
本当になんか幻想的な世界があるとか信じてるものが、大人ってそういう話しないから、大人になったら僕もそういう話できない人になっちゃうんだと思うとすごい悲しくて、で、なんか僕はもう絶えず大人になることをめちゃくちゃ拒否してたんですね。で、そうすると、周りとすごいギャップが空いてって、僕、小学校6年生の時に、みんなに無視され始めたんですね。誰も喋ってくれないし、給食食べる時も、もうみんなこう、なんか付け合わせて食べたりするじゃないですか。それも僕一人で、給食食べてたりしたんですよね。多分その経験っていうのは、自分の中ですごい嫌な経験として残ってるんですよ。なんかどこのコミュニティにも結局自分は属せないなんか人間なんだなっていうのは、その時すごい感じましたね。まあ中学の時は友達とかも普通にできて遊んだりもしたんですけど、結局なんか自分のなんか深いところを前面に出すと、結局みんなには理解されないんだなっていうのはどこか感じてて、でそういうなんか激しい部分とよく喧嘩もしてたし、まあそれで嫌われてたっていうのもあるんですけどね。でそういう激しい部分と、でも本当は子供のままでいたくて夢を見ていたいっていう部分と、でもそれを出すと周りから孤立してしまうっていう部分があって、なんかいつもなんか激しさと寂しさっていうのがなんか常にありました。で、中学の時も震災で転校した堺の中学校で悪い仲間ができて、で、高校にも行こうと思ってなかったんですよ。もうそのままなんか、大阪の下町で肉体労働しながらボクシングジム行って、なんかプロボクサーになれたらいいなとか、一応親がなんか絶対高校は行ってよって言ったんで、一応行くんですけど、半年で退学になって、で、その後肉体労働を転々としてて、で、その時はすごい幸せだったんですよ。飛び職とか、配管工とか解体屋とかやってて、結局解体屋が一番長くて半年ぐらい続いて大阪の久野区っていう場所で、で、一人暮らしやってたんですね。でそれがすごい楽しかったんだけど、僕はなんかハッと気づいたんですよね。10年、20年このまま、もう朝5時半に起きて、夜7時ぐらいまで働いて家帰って9時ぐらいで、めちゃめちゃ疲れてボクシングジムも行けないし、俺まだ16、7ぐらいなのに、4、50ぐらいのおじさんも同じこと仕事してるし、これあと30年ぐらいずっとこの環境って俺、せっかく人生ね、1回しかないのに、それは寂しいなと思って、それ肉体を使う仕事っていうもの以外のことをやりたかったんです。だから、結局僕が絵の才能あったら別に絵の学校でもよかったし、髪切る才能があったら美容師の専門学校とかでもよかったんですよね。音楽絶対やりたいっていうよりも、むしろいろんな選択肢の中で、ちょっとできるもんが音楽しかなかったっていう。で、音楽専門学校入って、バンド系の学校だったんですよね、そこ。だから、ロックとかフュージョン、ジャズとかやる。1年ぐらいは、チャラチャラしてたんですよ。バイク乗ったり、1週間に2回ぐらいしか学校行かないとか。でも1年ぐらいした時に、その学校の、なんか合宿みたいなのがあったんですよ。でその合宿で、専属のキーボーディストの先生が、お前は才能あんのに、なんで頑張らへんのつって。俺はその才能あんのに頑張らへんやつを見てるのは悔しいと。もったいないと。お前もっとできるはずやつって。で、その時に僕はなんかハッとして、今までまあ悪いこともそこそこしてきていろんな人たちに迷惑かけて、親以外からの大人からなんか期待をされるってことが全くなかったんですよ。初めて親以外の大人からそういう風に期待された時に、あ、そうなの？俺って才能あるの？もし先生の言ってることが本当なら、僕少し頑張ったら何か新たな扉見えるかなと思って、ちょっと頑張ってみようかなと思ったんですよね。で、そこからもうガーって頑張るようになったら、みるみるうちに上達していって、どんどん変わっていって、人間としても変わっていったし、音楽も変わっていったし、でそこで、もう真剣に音楽やるようになって、で、卒業する頃に、じゃあ卒業してからどうしようと思って、で、クラシック勉強したいと思ったんですよね。真剣に。それはなんでかっていうと、その専門学校で、なんか、プログレッシブロックの音楽がすごい好きになって、で、プログレの音楽って、クラシックとかジャズの要素がいっぱい盛り込まれてるロックなんですね。じゃあこういう音楽やりたいと思ったら、クラシックとかジャズしっかり勉強しないといけないな。
と思って大学でクラシック勉強しようと思って大阪芸大のクラシックピアノコースに入ることになる。結局大学の時って3人先生変わってるんですよ。僕が本当にやりたかったのってクラシックを弾きたかったわけじゃないんですよね。クラシック勉強のためにやってただけで、僕は自分のオリジナルをこう自分で弾くコンポーザーピアニストになりたいと思ってたわけなんですけど、それをなかなか理解してくれなくて先生と意見合わなかったんですけど、で3人目の先生の南先生になった時に、なんか自分の曲弾いてもらっていいですかって言ったら、弾いてごらんって言ってくれて、でその時に何曲か弾いたんですね。でその時先生すごい認めてくれたんですよ、それを。いや、こんなことできるのね、あなたって。ちょっと変わってること思ってたけど、こういう才能あったのねって言って、クラシックもしっかり勉強したらいいけど、あなたのこういう道ももっともっと勉強したらいいわよって言ってくれて、全部認めてくれたんですよ。でその時になんか僕すごい救われて、前の先生とかはなんかこんなんやるべきじゃないとか言われたりとかしたんですけど、その時にこれも頑張っていいんだと思ったら、めちゃくちゃクラシックの方も楽しくなったんですね。その専門学校時代から曲は作ってたわけなんですよね。ロックとかポップスから入ってるから、そういうものってオリジナル作らないとプロじゃないんですよ。で、大学の2回生3回生ぐらいの時に、やっぱりバンドミュージシャンじゃなくてピアニストになりたいと思ったんですね。その時ですね、その作曲もしてピアノも弾くっていうプロになりたい、コンポーザーピアニストになりたいと思ったのはその時ですね。卒業して自分がどうするかって決めたのは、もうそれは音楽専門学校時代の方からもう決めてたんですね。18歳ぐらいの時から。絶対俺はプロになるっていうふうなもうその時から思ってました。だから大学の時ずっとプロになるための4年間でした、それは。卒業したらどうしようじゃなくて、その学校に入ったこと自体がもうプロになるために入っているので、だから卒業してからどうしようって悩むってことは全くなく、そういう意気込みで僕は4年間過ごしてたんですよね。やっぱりもちろんそのなんか多くの人に聞いてもらいたい、多くの人に知ってもらいたいとかいろいろあるんだけれども、でもじゃあ多くの人に聞いてもらえるんだったら、なんか自分がやりたいことじゃないことをしてもいいかって言ったら、僕はそれだとなんか幸せを感じなくて、でも自分が本当になんか伝えたいその気持ちとか、こういう人の心を救いたいっていうものがなんかあれば、僕はなんかそういうことの方を優先して曲作ったりしたいと思ってますね。やっぱりその人っていつか死んでしまうじゃないですか。で言ったらベートーベンもショパンもラフマニノフもみんな死んじゃったわけでしょ。でどんなに天才な人でも死んでしまうわけで、もう誰もがそこから逃れられないわけですよね。でもよくよく考えてみたら、そのショパンの曲とかこう弾くときに楽譜の中からショパンってどう考えてたんだろうとか考えたり、こういうことがショパンのメッセージだったんだなっていう、そういう瞬間にやっぱショパンは生きてるんですよね。ピアニストとの対話の中で。じゃあ僕もこういう風な作品を残したり、そういう存在になれたら、死んだ後もいろんな人たちの間で生きていけるんじゃないかなと思って、やっぱりそういうなんていうのかな、いろんな人たちの心に響く作品を作って曲を弾いてもらって、楽譜も作って、そうなんか自分が死んだ後も曲として生き続けたいっていう思いで音楽やってますね。こんにちは。はじめまして。はじめまして。てんぺいです。永井美奈子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。めちゃくちゃここ綺麗ですね。本当ですか？ありがとうございます。すごいインスタ映えしそう。ありがとうございます。どうぞ。ステージよかったら